オールドマックスボスです。工場長の熊です。今日はハンドル特集、10種類のハンドルを紹介します。おー、いいですね。じゃあ本編行ってみます。ってたやつでオールドマックス。じゃあ最初はちょっと付け替えて、でね、いろいろ見ていってみましょう。じゃあこちらの車両をモチーフ、モデルに、これ今ついてるのは、74スプリンガーにエイプバーだね。じゃあこれが1つ目。これがスプリンガーにつける場合、このトップティー、トップティーにうちの場合はこのショートライザーって呼んでるんだけど、なるべくこう短いライザーを溶接してつけてます。そうすることによってこのネジ4本で容易にハンドルバーだけ交換できると。その時にここのピッチを本来ライザー立てる時ってここになるのね、ここの穴に刺さるから、この穴、そうするとこの芯がここに開いちゃう。そうするとハンドルが曲がり出すと止められなくなっちゃうから、要はここが幅の広いものじゃないとつかなくなっちゃう。ここにすることによってナローサイズがつけられる。小さければ大は小を兼ねるの逆というか、いろんなハンドルがつきやすくなる。それで結構うちの場合ここに溶接してライザーをつけているケースが多いです。じゃあこれがエイプバー。なんかこのエイプバーの似たような形はちょこちょこあるのかなと思うんですけど、この1本目のハンドルのなんか定義というか、やっぱり手がまっすぐかな、大体。高さってことですか。高さ的、フロントがノーマルというか18インチのストックサイズの場合、これも一緒ですね。で大体肩に平行というかなると。これはエイプバー。これちなみに角度が違ってもいいものなんですか。やっぱりちょっとね、これエイプの場合あんまり手前に寝かしすぎると、あんまり格好が良くない。ちょっとまたがっていただいて、ポジションでやっぱりこうなんか遠いのが嫌な人はやっぱりこう自然にこのスプリンガーとかテレスコの角度でね合わすのがもうありはありなんだけど、今これはじゃあちょっと寝かせてる状態。さっきの位置は、やっぱり手が前行った方がエイプらしいよね。ありがとうございます。多分エイプが高くなっていくと、寝かすのがやっぱりあまり合わないっていうのが多分長ければ長いほど言えると思うから、エイプはやっぱりここが逆に言うと地面と垂直が一つの線じゃないかなと思います。でこの後それも見ていけば分かります。続いてエイプの親分だね。ここはちょっと違うかもしれない。もうちょっとこう外へね開いたり、違うんだ。若干プルバックしてる。スカイバーとか、長いスカイエイプとか、ここが長いもの、このパイプバーなんていうのは数えきれないぐらい出てるから、もういろんなタイプあります。そうエイプよりはちょっとこっち来てる。でももうちょっとエイプは開いてる。これが開いてる外へ。綺麗なこのアール、これまた珍しいハンドル。もうちょっとカクッとした感じの小さいアールで外へ開いてるエイプで、これをさっき言ったようにこうフロントフォークの平行にすると、なんか違うバイクになっちゃう。これちなみに動画でどのぐらい伝わるかわかんないんで、ここ何センチぐらいありますか。でもこれなんか違うね。絞ってあるんで寝かしても悪くないけど、エイプは寝かすとこの角度がちょっとこう開きながらくるんで、これは多分これでもいい。ブルバック寄りだからそうなる。じゃこちらは高さが頂点で19インチ。19インチ。50センチ弱。
まあこれはちょっと高すぎるぐらい方の高いちなみに今この車体に対してはこのハンドルはありなんですか、なしなんですか？これはありだねあり。めっちゃ疲れそうですけどどうなんですかね。ロングでツーリングしたりするとこのぐらいのって。そうだね。まあ工具1個持ってって疲れたら角度変えるだよね一瞬で疲れちゃうわけじゃないんです。そうそうそう。しばらくすると帰りだるだるになる。はいはい、ありがとうございます。じゃあ使いバー、じゃあ3つ目なんですか？ここれは一応プルバック。ちょっとこれ詰めてるんだけど、はい、プルバックはなんか定義は？フルバックは、まあやっぱちょっと例えば後ろへ状態が前傾よりも中立よりもちょっと後ろに行く感じ、はい、まあ楽に。そうだね。あんまりこれやるとやっぱりここが上がっちゃうんで、はいはい、まあ乗れるけどハンドル切った時に手首が多分変な風になるんで、これが自然かな。はいはい、結構フォルムがこれもかっこいい。かっこいいですね。10インチ10インチ、長さが10インチ、10インチ、まあ25センチ強っていう、はい、さっきの半分だね本当ですね。じゃあこの車体に対してこのハンドルもありという、フルバックにすると例えばキング&クイーンとかのこの背中にパッドが当たる感じまでこう後ろに行けて、楽してこうまっすぐ走るっていうのは適してますよね。こうして合わせてみて意外とありじゃんっていうねこのタンクを落としゃいいかもしれない。で4つ目お名前は？これが一応ドラッグバー。ドラッグバーだけどこれちょっとまた特殊でここの角度がちょっと折れててもっとまっすぐのやつも一文字もあるにあるんだよね。もうまっすぐぐらいの。そうだよね。ただドラッグバーはあんな感じ。ナローにしないとまっすぐだと、この幅だと多分こんななって長すぎちゃう。やっぱちょっとカーブがあるのが普通だけど、結構ナローだとほんとまっすぐっていうのもいますよね。すげえハンドル重くなるけど。ちょっとじゃあそっちの方がよくあるパターンはこういうこのぐらいの、そうだね、上げてまっすぐっていうのが、上げることの方が多いですか？でもフォルムによってこれも多分タンクをもっと落としてやって、低い感じにすればこのハンドルでも多分似合ってくると思うんだけど、本来はねドラッグバーっていうぐらいだもんで、ドラッグレースのあれだから低いで足が後ろへ行くぐらいの乗れるね乗れるね。やっぱバックステップいきそうだね。最初のエイプの1本目のやつの色違い。結構ハンドルってやっぱり面積が結構あるんで、黒とメッキで結構やっぱりイメージ変わるんで、まあスプリンガーがメッキだったらとかいろいろパターンが確かにちょっと締まる感じはする。じゃあ付け替えで説明するのは以上の。そうだね、この車両では以上だね。じゃあ他のもうついてるもので解説していきます。オールドマックス。では5つ目がまあドッグボーン、まあライザーがドッグボーンって言って、まあなんだろうね、犬の加えてる骨テレスコでもやろうと思えばやれるのかな、でもまあ一般的にはこのスプリンガーのこのトップティーにつける、まあいろいろね、このドッグボーンにも形があって、まあ、ストレートのものから長いものから短いものから、カニライザーって言ってこう内側に入っているものから、あとここにラバーブッシュが入ったちょっとこうね、リジットじゃ手がしびれるからゴムが入って振動を吸収するみたいなライザーが、それが一番高いですよね。高いね。フランダース。まあドッグボーン式で、どっちかっていうとやっぱ幅が広いものが多いですよね。ここがやっぱりナローじゃないんで、幅の広いハンドルにまあ合わせていく。
まあ本来スプリンガーはこのトップ T からこうハンドルがはい一体なのがノーマルなんで、はいやっぱりこれにすることによってハンドルを変えれる、そういうパーツだと思うんですよ。当時リジットハンドルみたいなものだからアップハンドルにするためになんかあーエクスチェンジしてそれで上げてたみたいな感じですよね。でもまあ欠点はあんまりここが広いんで、さっきみたいなナローのあハンドルがつけれないってことですね。じゃあ元よりも狭くしたいパターンがさっきの話で、広くしたいパターンが今回みたいな感じで。でまあボバーにでねチョッパーにはあんま使わないかなって感じ。体が細いのにここばっかうん太っても、まあこのティアドロップの分割との相性はもうバッチリだよね、はいはいノーマル感があるというか。ちょっと前からも。じゃあ選択肢でいうと、ここまで説明したものの中でもこれは細いチョッパー乗ってる方にはこの選択肢はなかなか。これはあんまり選べないだろう使わないですね。わかりました。じゃあこれが5つ目、そしてじゃあ6つ目がまあドラッグの T バそうこれはまあ作ったやつー、これは作ったよね。まあ、よくある、まあ、これが曲がってるのもあるし、こうストレートのもあって、はいさっきのドラッグバーを、はいこれなんていうの、この足の部分を一体にして、はいはいまあ、はい。よりシンプルにした感じなのかこれでこの長さのライザーでストレートのさっきの止めてネジで止めてっていうタイプだとここがなんかもう一パーツ多いんですよね。でこれが何にもない溶接してるからシンプルだから、まあこっちの方がすっきりはしてるって感じでね。ライザーのものは T バーとは言わない。そうだよね。さっきのドラッグバー愛だもんねそれだと。これはなんかセオリーとしてどんなこれはスタイルに合わせるとか。この頃やっぱフリスコスタイルはいが、まあ結構人気で、フリスコでやっぱりこの T バーっていうのは、はい。まあドンピシャですよね。乗りやすさはどうなんですか、ここらのハンドルは。これはまあやっぱまあフォークの長さとかにもよるんだけど、はいまあポジションはね、これ実際これだけ上がってるんで、はい。そんな幅もそんな重くなさそうですよね、それぐらいあれば。攻める人はもっと攻めるでね、このあーブレーキのレバー1個残してここへね、はい。そうするとグリップ1つ分短いぐらい。ああ。結構重くなりそうですね。もうそうこますでるとね、腱鞘炎でね、腱鞘炎。ありがとうございます。じゃあ6つ目が T バまああれだね、スプリンガーよりもこはのデレスコのフォークの方がまあ多いですかね。そうだね。使うことはないけどねやれんことないんだけど、ー。はいはい。なんかそのまんまスッといったようなスタイルですよね。ああはい。じゃあお次は次はじゃあ7つ目がロボハン。ロボハン。ちょっとこの直角だとロボハンで、はい。斜めになってると Z ハンとか言うだよね。あーもっと Z ハン入ってるとってこと。 Z ハン。これちょっと微妙に Z だからロボ Z だねこれ。ロボ Z。なんだろうね、ロボットって結構車でもロボットマスクとかはい。カクカクしたことを言ってるみたいだね、どうもねはい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 。車でトランザムなんかロボットマスクとかってあるんですよね。だからなんか多分そういうイメージでつけてるのかな。このハンドルはどんなものにつけやすいとかありますか。これはでも普通テレスコでもうんあれテレスコじゃないか、あれもスプリンガーか。うん止めがライザーなんで、はい。テレスコタイプでも何でもこのね、ライザー立ててあるタイプだったら幅が入りさえすればはい。入っちゃう。でこのバイクはあれだね、このライザーギリギリまで詰めてあるね。じゃあ別にフロントフォークが長かろうが、短かろうがうん。合わせれる。そうそうそう。まあ基本大体こう1対1みたいなのが多いよね。ああはいは長さと高さ。いはい。でまあ一番なんていうの作りやすいはいまっすぐなのもんなんで、そうですね。 R がないんで。じゃあこれが7つ目。絞り。最近多いウェルド絞りだね。はい。そう
トップティーに溶接ウェルドでそのまま生やした感じで、まあ絞りハンドル、まあ最近うちの紹介動画でも、綺麗な R を出しながらの絞りもあれば、ここがちょっと直線調のタイプもあれば、もうこれも様々ですね。まあ結局ワンオフなんで、好きな幅にもできるし、交換がトップティーごと交換になるからハンドルバーだけちょいちょいと交換するっていうわけにはいかない、メリットとしては、スプリンガーの場合やっぱりこのスプリングが角で出てるところに、この辺にこうライザーとかこうパーツの点数が多いとごちゃごちゃっとなるけど、このやっぱリジットで作るとここがシンプルだからすごくこうフルっぽく見えますよね。確かにそうですね。すっきりとで角がピュッと出てるみたいな、オールドスクールなスタイルに使われることが多いですね。意外と前へ出してで後ろへプルバックしながら絞るっていうのがこの特徴。あんまりこれで熊さんあれですよね、もろこっちへプルバックっていうのはあんま作んないですよね。そうまあストレート、そうかそうか、ちょっと一回こう前へ振ってとか、そうですね、それがなんとなくいい絞りのカーブが出るのかな。一番最初にやったライザータイプよりは、やっぱりここがちょっと狭くできるんで、とにかく。で8つ目がこちらのウェルドの絞りです。じゃあ9つ目が、そうこれもウェルドで、さっきのやつとタイプがまあ違う、ちょっとノーマルのあれですよね、リジットのナックルとかパンのスプリンガーのリジットハンドルをモチーフにして詰めた感じでナローにしてる、でこれはまたこれをインナースロットルのしてるんで、多分ハンドル交換となると一苦労とかだよね先ほどの絞りはここから上に、これはもうフラットに横にって感じで、まあやっぱりボバーに合う感じですね。最初に言ったようにライザータイプならもうちょっと気楽にハンドル交換ができるんだけど、ここまでやっちゃうともう本当に本腰入れないと次ハンドルを変えれないまた来てもらうだよね、熊さんねうち長くその作り込んだスタイルでしばらく乗りたいなって思ってる方なら問題なし、そうちょこちょこ僕みたいに変えようと思ってるタイプだと一苦労。わかりました。じゃあこれが9つ目。じゃあラスト10個目が、これはでもまたウェルドとも違うのか。そう一応差し込みでね、まあ本当にワンオフってことだね。差し込みっていうのはどういう構造なんですか？このスプリンガーの上へ止めてるトップティー、上へ見るとこう穴が中空に開いてるから、そこにこのハンドルを刺す、それで一緒に締める。だからまあここのネジを2本緩めると、まあここにスリットが入っているのが緩んで、これがまあブカブカっていうか緩くなってスポンと上へ抜ける。だから本来でもこれは VL タイプなんでやれるんだけど、74タイプはその肉厚で締まらない、そうなんで74でやるならまたちょっと作りを変えないといかんけど、まあこんな風なものは作れる。VL のそのフロントフォーク側にもスリットが入ってる。で肉が薄い、なんでギュッと締めるようになっている。もともと VL のノーマルもそういう仕組みですよね。下に刺さって締め込むっていう。これもでもインナーになってる。あんまり意味がないここで出ちゃってるからねでもやっぱりここにワイヤーが来ない分
そうここに一つパーツがあるのがなくなるからすっきりは、はいこれは形は何と言うんですかねロボハンと言うんですかなんだろうね、名前は本当ならセパレートなんですよね。はセパレートのまあハンドルですけど、まあここに回っちゃわないように、いはいまあブレスを入れてる、はいワンピースにしてる。これは名前ボスのお手製まあ名前はないね。手作り。じゃあボスハンということボスハンねでいきましょうか。じゃあ以上で10種類解説しました。これジャンルというか他に名前のあるものでこの10種類以外はまだあるんですか？ハンドルは名前でもうほぼこれで網羅。いやいろいろいやあるよねあるあるなんだっけシックスベントとかもあるしあああはいはい。この頃多いです。ナローの斜めにいったエイプがはいはいはい。ヘリンボーンのあれだと思う。ヘリングスとか言うだよね。ヘリンボーンで、はいヘリンボーンだよね、はいでヘリンっていうのはヘリングだよね、確か2つの単語ですよね。ニシンの骨だよね確か。ニシンの骨なんですよ。あそうなんですそうそうそののが斜めにこうなってるっていうが柄がはいヘリンボーンだからよく床でさこういうふうに斜めにあーフローディングはあれがヘリンボーン。はいはいはそのの角度を指してると思うんだけど、そのヘリンボーンエイプとは言わずに、ヘリングスって俺はアメリカでは、俺のい。耳ではねそう言って言ってたようにると聞こえ思うんだよね。まあちょっと炎上しないようにしてほしいんだけど炎上はしないんだよね。まあもしさらに詳しい方いらっしゃれば。絶対違うよっていうのがたくさん寄せられるかもしれない確かねこうそのね斜めにかっこいいんですよね、なったエイプもうほとんど横に開いたような、それとかあとクマさんのレーサーのあれは根治班だね。これはクマさん 22.2 だね。そうミリバーのミリバーまあ一般的なこう高さ、まあ普通のノーマル班的なこう高さからするとちょっとこう浅くて下にちょっと下がってるのがはい。根治班、コンチネンタルバーだね。あとはアップハンアップねアップこれハンだともう名前は分かんないけどなんかちょっと変わっててかっこいいんだよね、何かと何かの境みたいなの言い出したらじゃあキリはないそうだね。なんでまあ今日紹介した中でちょっとずつ定義をお聞きしといたので、その定義にどこに入ってくるかで名前はそう考えてもらえれば。名前が付けれない位置もたくさんあるよね、あーはいはい中間の位置でまあ大体で大体で大体でじゃあこんなとこで OK ですかね。はい、じゃあエンディングに行きます。今日一応10本、はい10本のハンドルの紹介したんですけど、まあハンドルって結構やっぱ面積もあるしポジションでも大事な部分で、まあ、結構こだわればいろいろもあるんだけど、最初言ったようにやっぱり飽きるっていうか変えたい人は変えやすいように作った方がいいし、はいまあこだわる人はさっき言ったようにインナースロットルではい作るのもありだと思うんだけど、あくまで好みで、はいまあ何でも作れるんで、はいまた要望があれば言ってください。お願いします。今日この動画を見ていいなと思った方はグッドマークとチャンネル登録よろしくお願いしおます。願いします。オールドマックス